たりんご鍋です。ありがとうございます。だから米子さんがやんないから肉酒とかもあるんで。青森の名物みたいなのがやっぱここにしかないからやっぱり何回も来ちゃって、まあ、毎回予約してますよね。本当美味しいですよ。マジでうまいです。うまいです。まあお酒もそうですし、まあ、野菜とかお肉とかそういうのを含めて全体で8割から9割はもう青森のものを使ってますね。食材自体が子が持ってる味とかがものすごい美味しいんで、そのままできるだけ原型に近く出して、あ、リンゴの花って料理が美味しいねって言うんじゃなくて食材が美味しいねって思ってほしいんですよ。失礼します。豚肉と野菜を入れたら香りがすごいです。麺の香りが便利だ。うちの店に入ってきて知ってもらって食べて美味しいねってなった時に、今度青森行ってみたいよねって興味持ってもらって行ってもらうっていうところまでをうちでゴールにしてる。食材とかお酒とか青森にこういうものがありますよっていうのが伝わるように、そういう生産者の方の顔が見えるような感じで、それは意識してますね。はい、長いです。十和田市のなんですね。この2つが青森県の大鰐町で、ごぼうとかほうれん草とか青菜はこれは十和田市ですね。にんにくもこれも青森なんですけど、あとりんごか、これは紅玉ですね。美味しさの特徴っていうのはやっぱりその青森はまあ、北にあるっていうのもあるんですけど、寒暖の差が激しいんですよね。夜寒くなるんですよね。で日中はまあ暖かい。その気温差っていうのは野菜とかも生きてますから、その自分が寒い時に一生懸命自分でエネルギーを循環させるんですよね。でそれが甘くなる仕組みなんですよ。美味しくなる仕組みでもあるんですね。はい、もう例えばこの椎茸に漬け込んで、この椎茸の隙間からその調味料のエキスが入ってしまうと、もうこれ本来の味が味わえないじゃないですか。だからもうなるべくもうギリギリ何もしないで、そうすると食べた時にその椎茸の本当の美味しさっていうのも伝わりますし。青天の霹靂、もうこれは結構有名ですね。青森県の中でも本当1、2を争うお米で、さっぱりとしてすごい美味しいんです。まあお米のランクがあって、特 A 米っていう一番最高ランクのやつをずっと長年取ってたんですけど、味は評価高いですね。はい、これは八戸万葉サバの冷燻といって、サバを生ハムのように作ってるんですけど、本当にね、サバじゃないみたいって言われます。本当生ハムに近いような食感なんで、で表面を炙って、でまあ燻製の香りもついてるって感じですね。だから日本酒にすごい合いますよ。もともと八戸ってサバの取れる北限って言われてるぐらい寒い海域ですから、脂が乗ってるわけですよ。まあ刺身でも食べれるんですけど、ちょっとしつこいんです脂が。で八戸のスーパーとかに行くと、しめ鯖のメーカーがなんとかなんとか水産なんとか水産なんとか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 って、もうしめ鯖がぐわーっとこの辺まであるんですよ。もう価格競争になっちゃうから、取引先が肉屋で生ハム作ってた職人さんをヘッドハンティングしてきて、うちの鯖で生ハム作ってくれって言って3年かかってできたのがこの商品なんですよ。ちょっとこれを広めたいなと思って、もうどんどん定番でずっと置いてますね。はい、これがイカの足とか耳ですね。これは粗みじん切りにしたやつです。でこっちは胴体と卵を味付けしてミキサーにかけて、野菜は人参とキャベツと玉ねぎですね。混ぜてください。
もともと弘前って内陸なんでイカが昔は貴重だったんですよ。で残った頭と足の部分どうしようかって言って、でおばあちゃんが余った野菜冷蔵庫から出して包丁でトン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 叩いてフライパンで焼いたり油で揚げたりして余すとこなく食べたっていうのが始まりの家庭料理です。うちはその胴体の部分もミキサーで、向こうのイガメンチよりも若干食べた感じが食感がふわっとするようなのを作ろうと思って、今から青森型で青森の型を抜きます。青森型の型ってあるんですね。ないんですよ。特注で作りました。かっぱ橋商店街を端から端まで全店行ったんですけど、なくて、一時髪型とかも青森型にしたことあるんですよ。これと同じ型に髪型も単発で。最近はちょっとやめましたけど、もう本当ね青森県民、唯一青森県民じゃないのは戸籍が向こうにないのと、あともう本当それぐらいですね。はい。あ、そうなんだ。八戸マヨサバレークン、あ、そうなんです。特製なので味はついてます。そのままで。でこれがほらケーキ。これうまいのよ。僕これ初めてですわ。いただきます。うまいですね。マジでうまいですね。美味しい。やっちゃう。すいません。わけわかんないの。南部せんべいはクルトンの代わりに。あ、そうなんだ。南部せんべいなんだ。スプーンで形作って、でそれで油に。ねぶた漬けっていうめちゃくちゃうまいやつねぶた漬け醤油漬けなので結構味濃いめになってるので、日本酒は大体何でも北海道の松前漬けみたいな。これはね名物なんでね、切り込み、ニシンの切り込みで。一応物としてはニシンを細かく刻んで麹で発酵させたものなんですけど、ニシンのうまみと米のうまみと塩辛い味が入り混じった感じですかね。冬どうしても雪が降るので、昔はその時期何も食べるものが取れなかったっていうのがあって、塩漬けにしたりとか、あとは乾燥させたりとかで日持ちさせるっていうのがあったり、そういう食材が多いんですよ。塩辛い系のちびちび食べながらお酒を飲むみたいな感じで。ちょうど今ここに並んでるこの3つなんですけど、一応銘柄として有名なのは伝州と宝杯と陸奥八仙ですね。青森のお酒全般にそうなんですけど、あんまりこう味が甘すぎるとかっていうのがなくて、比較的どれでも合います。ありがとうございます。そうっすよ。練酒と八仙が青森はやばいです。プレミアムついてフルーティーなんですよ。すっげえ。練酒やばいですよね。基本的にはなるべく同じ市だったり地域の料理に同じ地域のお酒みたいな感じでおすすめすることが多くて、あとお魚だと沿岸部の酒蔵さんのお酒がやっぱり合いやすいとか、そういう傾向はあるので、その中からお客様の好みとかちょっと聞いておすすめしてますね。もう作ってないお酒がこの霊峰というのは
イベントをやるときにちょっと取り寄せたんですけど、弘前の酒蔵さんが作ってるお酒で生産は今後されないかもと言われて、無理やり酒屋さんにある在庫を去年とか作ったのを送っていただいたみたいな。みんな若者が入ってる味噌あれあったんだかやき味噌は3つ。3つで使ってるホタテは平内町のホタテを使ってるんですけど、平内町っていうのはホタテの養殖を日本で初めてやったところなんですよ。貝焼き味噌っていうのはそのホタテの貝殻を鍋代わりにして下から火を焚いて上で料理完成させるっていうで、味噌と長ネギとで卵っていうシンプルなものなんですけど、東京で貝焼き味噌っていうと貝ってつくのに貝入ってないじゃないかって言ってすごい最初クレームが来たんですよ。だからしょうがないなと思ってホタテの貝柱刻んで入れるようにしたんですね。で青森の人が食べるとこれちょっと贅沢じゃないかって言われる。もちろんこの貝は天然の貝殻なので下から火を焚いてその水がブクブクブクってなるだけでもその出汁が出てくるんですよ。もうこれ10年ぐらい使ってるんですけど多分未だに出てくるんですよ。だから食洗機とかそういうのはもう一切使わないですよ。専用のたわしでです。もうお湯でたわして一生懸命きれいにやって。かやき味噌。これ美味しいこれも3つ出ます。はい。ちょっとびっくりしましたサイズ大きいんで大味なのかなと思いきや割とこうしっかりこうなんか繊細というか貝の味が出汁がしっかり出てるっていう感じで美味しい。これうまいっすよマジで。ほんとシンプルな具材なんだけど栄養価が高いじゃないですか。味噌と卵と白ネギをふつふつさせて食べるっていうので、昔はこの貝殻を嫁入り道具としてお母さんが娘に持たせてたんですよ。決して武田久美子のこれじゃないんですよ本当に。ニンニクは十和田産です。熱いので少し置いてから皮むいて、これは津軽海峡のお塩ですね。お好みでつけて皮出ます。風治るよ、足りなければニンニク酒とかもあるんで。つけてるやつ。はい。バラ焼きとねバラ焼きと馬刺しでいいですか。はいありがとうございます。十和田バラ焼きのタレ。牛のバラ肉と玉ねぎを甘辛いタレで炒めるっていうシンプルな料理なんですけど、普通は蓋しないんですよ。玉ねぎと肉を袋に入れてタレ入れて湯沸いてつけとくんですよ。でもそれをやってるとロスの問題とかいろいろあるんで、うちはちょっと蒸すようにで途中からガーッと炒めていろいろ細かいルールとかがあって、例えば玉ねぎはこういうふうに切りましょうとか、肉と玉ねぎの量は何対何でやるとか、そういうのはあるんですけど、それに全部こだわってしまうともうそれも大変なんで、うち的にはちょっとアレンジをしてます。ただ現地で食べたのと味的には遜色がないような仕上がりにしてます。ありがとうございます。はい、わかりました。もともとは三沢のアメリカの基地があるじゃないですか。アメリカ人は牛肉大好きですから牛肉食べるんですけど、サーロインってヒレしか食べないんですよ。でバラ肉は食べないって言って払い下げになった。で払い下げになった時にたまたまその在日韓国人の方が住んでて、牛肉のバラ肉だったら玉ねぎと一緒にプルコギみたいに食べたらいいよって言われて、で美味しい美味しいって広まって、三沢でもお店がどんどん真似してやるようになって家庭にも広まっていって、でそれが昔は三沢と十和田って東鉄って電車がつながってて、でそれで文化がどんどん十和田の方にも行ってバラ焼きがどんどん広まっていって、バラ焼きっつったら青森の十和田の料理だよねぐらいまでだいぶ有名になりました。馬刺しはすごい人気です。評判ですよ。多分召し上がった方は大体もうリピーターになるぐらい。何も使ってっていう感じなので。
本当リンゴかじったそのままの味です。あ、はい、すいません。あんば寿司だ。生産量1が熊本、生産量1が熊本で2番が今は福島で3番目が青森なんですよ。もうこれはもうすごい美味しいんですよ。熊本の人が食べてこれも美味しいっつってみんな喜んでます。青森県っていうと三方海に囲まれてるんで、もう絶対海の幸だってみんな思うじゃないですか。ですけど本当は青森は畜産王国でもあるんだっていうところを、ちょっと肉も美味しいんだよっていうところをアピールしていけたらなとは思ってますけどね。いろいろ生産はされてて、もう美味しいものがたくさんありますね。はい。名前大体青森の高校ありますね。なんか皆さんいろいろですね。当時の思い出とか、あと今何やってますみたいな感じとか、そんなことを書いてます。焼肉のタレって言ったらもういいシェフなんですね。唯一青森県だけがシェア1位取れないのが青森県ですね。なぜかって言ったらこのもう青森が誇る源タレがあるから。そうそうそう、仕上げてきて。何だったりするさ。失礼します。豚肉と野菜の源タレ。香りがすごいです。麺の香り美味しそうですね。香り源タレだから源タレ。攻めてますね。ラーメン屋香りも攻めてますね。豚が美味しい。やっぱり青森の方が来るともうこれを見てめちゃテンション上がるのでなんかそれで起き始めたという感じですね。つけだれみたいな馬刺しにつけたりとかしても美味しいんですよ。青森だと冷ややっこにかけたりとか、ご飯にもうそのままかけて食べたりとか、もうそれぐらいな感じのタレなので、何でもお好きにどうぞぐらいな感じで。こんなに沈殿してるんで野菜とかが。でこれ全部国産野菜なんですよ。だからこれを振らないでずっと使い続けると最後ドロッとした感じのタレになるんですけど。だからこそ1本これが定価で490円ぐらいかなするんですけど、それでも全然安いですよ。本当前食品メーカーだった食品の問屋だったんで分かりますけど、もう国産オール国産で、なおかつ醤油が原材料が大豆小麦国産でって言って、このタレが500円以下っていうのはもうありえないですねっていうタレを使って源タレ炒めとか長芋のバターソテーとか。長芋のバターソテーとかここで作ってて、その香りが
外に出たりすると注文が入ったりする時もあります。それカウンターに座ってる人が「今の何作ったの?」って言ったら「あ、長芋と原タレを渡せてです」「ああ、じゃあ私もちょうだい」とか言って鍋です。豚リンゴ鍋の真骨頂です。もともと青森で豚リンゴ鍋っていうのはないんですよ。いろんな鍋をうちの店でやっていくうちに、なんか豚肉の鍋やりたいけど、なんかちょっと特徴が欲しいよねって言って、ちょっとリンゴをきれいに飾ったらどうかなみたいな、見た目がいいんじゃないのみたいな感じでやり始めたんです。はい。豚リンゴ鍋でございます。リンゴはそのままでも大丈夫なので、お好みの加減で召し上がりください。映えますね。もともと豚肉も十和田ガーリックポークってすごいニンニクを餌に食べて育った脂身がすごい甘い豚肉なんです。だからそれを使ってるんで、もともと甘くて美味しいんですよ。ありあり。意外と親和性が高いリンゴ。めちゃめちゃ上手。リンゴ酢サワー。あとリンゴサワーの富士をお願いします。友達と会えてそっちの方じゃなくラーメンとかさ、あと寿司屋何かあってさ、食堂みたいのがあって、でそこに行ってさ食べて、で久しぶりに品種ごとに味が違うんですよ。で、王林と富士と五所川原っていう品種なんですけど、こっちが甘めでだんだんすっきりという感じで、炭酸とか焼酎で割ってサワーとかビールで割ってビールカクテルとか。甘い。バランスいい。比べると分かる。ああ、そうやね、そうやね。言ってた。あやっぱリンゴ美味しいんだね。そうなんだ。いろいろ店名すごい候補を出して考えたんですけど、青森の県の花がリンゴの花っていうのを知って、で花言葉調べたんですよ。そしたら選択と評判っていうのが出てきて、お店を選択してもらって、で評判がいい、青森の評判が良くなるようなお店になるといいなみたいな、そういうなんか思いがちょっと入るかなっていうので、リンゴの花っていう名前にしました。一応ここ14年ぐらい前に始めたんですけど、その時まだ青森だけのものでやってるお店ってあんまりなくて、はい。で、その食だけじゃなくていろいろありますよいいところがあるっていうのを知っていただきたいなっていう思いを込めて PR というふうにつけました。そうなんですね。はい。もう本当は筋子は手でちぎらないと粒を断ち切っちゃうと、その分汁が出ちゃうんで。いや、筋子と納豆って一緒には食べないよっていう人も結構いるんですけど、食べてみなさいよって食べてもらうと、もうこんなの早く知っとけばよかったっていうお客さんも多いですね。なん
か納豆に贅沢な塩分がかかってるみたいな感じですね。だから全部こううまくまとまってそれがさらにご飯にまとわりついて美味しくなるみたいな相乗効果でご飯の甘みと筋子の塩分が絡み合ってより美味しくなる。この間あれ送ったっけな。お店オープンしてから弘前に遊びに行った時に弘前の友人と飲んでて、こんな食べ方こういうさんだけど知ってるって教えてもらったんですよ。ちょっと試してみるねって言って翌朝ご飯に筋子と納豆食べたらめちゃくちゃ美味しかったんですよ。もう店に戻ってきてからおかみに話して、もうこれ筋子納豆美味しいから広めようって言って、でもただお店にメニューやっても広まんないから日本筋子納豆協会って協会立ち上げようって、俺会長になるからって言って会長になって、もうそこでもうどんどん紹介して。濃いっす。若かりし時も濃い。ソース焼きそばを作ってからそばつゆを後からかけた面白これ初めて食べる。黒石のだもんね。こうやって考えたらね。ねえ、だしも効いてて。でもソース味の。ちゃんとね。これが面白い。お蕎麦の和風のお蕎麦のおつゆの中に炒めた焼きそばが入ってる。だから食べた感じはお蕎麦かなと思ってこうやって口に持ってくんだけど、食べてると焼きそばでスープ飲むとお蕎麦っていう感じですね。で黒石って焼きそばの町で昔その駄菓子屋さんで売ってたらしいんですよね。でいろんな諸説あるんですけど、まあ子供たちが駄菓子で買いに来るともう作り置きだから冷たいじゃないですか。あったかくしてあげようと思って中華スープをかけたっていうのが始まりっていう説もあるし、その日本そばのおつゆが普通なんですけど、場所によっては中華スープラーメンのスープで焼きそばを食べれるっていう場所もあります、まあ、どっちも美味しいらしいですよ。考えたら天才だわ。すごいですね。これすごいですね。ここを始める前は冷凍食品の会社に就職したんですけど、そこで店長もいたという感じで、店長は青森に仕事で毎月通ってたので、私青森出身なので結構青森にいいものいろいろあるよねみたいな話で盛り上がって、で私は私で、企画開発なので全国気仙沼とか山口とか九州とかその土地のものを食べたりとか見たりとかする機会が結構あったんですけど、それで青森と全然違うなっていうのを、感じたのと、あと逆に青森のものが知られてないなっていうのがすごいあって、その外を見てその青森の良さを知るみたいな、その中でもっと青森の美味しいものを知ってもらいたいなみたいな気持ちがちょっと湧き上がってきたという。青森ってリンゴとニンニクしか知らなかったんですよ。長芋も北海道と1位にいつも争ってて、ごぼうは生産量1位で、イカの水揚げが1位、サバの水揚げが1位、カシスのせで生産量1位とか、1位のものたくさんあるな。もちろんリンゴは1位ですし、ニンニクも1位なんですけど、こういう食品やってる自分たちでも知らないのに、一般の人多分もうリンゴかニンニクしか知らないなと思って、これはいかんって始めたんですよ。もっと知ってもらおう。バイヤーさん、どのバイヤーさんもみんないい人なんですよ。情に熱くて、人から入って食べ物も美味しくて、お酒も美味しくて、観光地もいいし、もう青森だらけですね。あと青森結構地域によって全然食文化が違うので、ここで初めて違う地方のその食べ物を食べたっていう方も結構いらっしゃるので、そういう意味では青森全体の食がすごい多種多様なものがありますよっていうのをずっと発信し続けて、あと最終的には行ったことない方が興味持ってもらって青森に行っていただいて、地元の食とか人とかに触れていただける機会が増えるといいなという